今日は元 BCG と元ベインの2人で AI× コンサルで世界で何が起こっているのかを全部まとめます。何がやばくて何がチャンスなのか、この1本で全部キャッチアップできるので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。じゃあ1個目のニュースからいこうと思うんだけど、直近ね、2026年今年の1月にマッキンゼーの CEO が、マッキンゼーの社員今6万人いますと。その2万人が AI エージェントですっつって、AI すごい使ってますアピールをしたの。何の話ねそれなんかマーケの匂いがするんだけどな。いや多分マーケなんだろうけど、ベインでもさ、いやうちの方が多いですよみたいな、なんかアピールしてたりするの、マーケとかで、なんか少なくとも使ってますよってアピールを対外的にしてる、ヘッドラインになった話なんだと思うんだけど、実際ね、その AI 使ってますっていうのは俺も今の現役の人から話聞いてて、ベインとかだと、エンタープライズチャット GPT 使って一旦このコンテクストをぶち込んで、こういう思考ですみたいなのをシニアマネージャーが形作って、そのチャットをチームに展開してみんな同じものを使ってやるみたいな、ちゃんとそのデイリーオペレーションですごい使ってるらしいね。確かにこういう技術を使ってコンサル会社のそのナレッジベースから情報をエクストラクションする技術を作る、エフォートはいろいろ従来もあったよね。今まで AI の前は社内の Google を作りたいっていう感じで、なんかサーチバーぐらいにあって、でも全然使い物になってなかったんだけど全然使い物にならなかった本当にそれを AI でコンテクストをぶち込んでやるのは全然ロジカルな話だよね。今のはちゃんと使えるらしい。やっぱそうもうなんか現役の人から話聞いたけど、ない世界観は想像できないって。実際なんかハーバードビジネススクールが BCG コンサルを行った研究があったらしいんだけど、25% 早く 40% 以上高品質で 12.2% の人がタスクを多くやって、しかも下半分のパフォーマーが品質向上したんだって。それ結構大事で、なんかやっぱコンサルでもさ、一応優秀な人材を取ろうとしてるんだけど、もちろん採用ミスもあるし、ラーニングカーブもあるじゃん。でもなんか AI あったら最低限のバーが強制的に上がるのは確かに効果的にあると思う。また働き方の話もそうなんだけど、その実際のビジネスに対するインプリケーションもやっぱ結構あるらしくて、 BCG とかだとこれ出てる表に出てる数字でいくと、2024年の売上が135億 US ドラだったんだけど、そのうちの 20% の約4000億円が AI コンサルの売上らしいのよ。2026年までには 40% になんか倍増するっていう目標を掲げてるらしいの。なんか AI 案件で 40% のファームレベニューを今年は達成するみたいな規模感で動いてるらしいよね。で、これがじゃあなんかコンサルとしての仕事、実際の現場って話もそうだし、インダストリーとしてどうなのよって話は多分あるんだと思うんだよね。で、現場の話でいくとさ、俺今フリーランスコンサルとかちょっとやってる時もあるんだけど、それはもちろんそのクライアントの許可を取って AI 使ってやってるわけ。桁違いに早いよね本当だ。だからこの前なんか40ページぐらいのレポートというかさ、パワポ作ったのね。俺1枚も自分の手でスライド作ってないもん。マジで？全部もう AI に作ってもらって、なんかちょっと手直し自分でやるけど、そのゼロからスライドを作るの1枚もやんなかったの。でスピードも多分ね5倍10倍本当にもう全然違う。でもなんか脳みその作りはもうすでにこっちにあるから、多分コンサル時点でやってるものこんなに大きくは変わんないはずなの質は。それでも凌介今までやってた仕事のノウハウがあって、でスケレトンを自分で作って、その内容をねリサーチしてくださいっていうある程度の前提があるからできたんだね。そうなんかこれはできないジュニア大変だなっていうところがあって、なんかこれも最近聞いた話でいくと、最近のジュニアの仕事がどんどん AI が作ったレポートが本当に合ってるかっていうファクトチェック係になってるらしくて、ストーリーラインをマネージャー層で作れちゃうじゃん。だから作ったやつを AC とかに渡して、AI がこれ言ってるんだけど合ってるか確認してきてみたいなっていうなんかピッチワークを渡されてるらしくて、どんどんその楽しい面白い仕事が今まで以上に上に集約されてってるらしいのよね。でもそういう人の使い方も確かにあるけど、俺の知り合いが今 BCG のプリンシパルなんだけど、彼の発想は逆で、アソシエイトをファクトチェッカーに使うんじゃなくて、アソシエイトをもうマネージャー級のワークレベルにもうプロモーションしちゃうっていう考えで、もう AI あるから君が全部ワークストリーム作りなさい。で俺はもうまたプロモーションされてパートナーの仕事をしますみたいな感じで、みんなが一段階卒業しちゃうみたいな感じで、こっちが多分正しい AI の使い方だと思うんだよね。だから AI ってその使える人と使えない人のアウトプットのギャップってやっぱ拡大化されると思うんだよね。そっちの方が多分正しいというか、少なくとも下の人を育てるうまいやり方だし、組織全体の強くなるっていう意味では多分そっちの方が正しいんだろうね。一方人によってマネジメントスタイルが AI 入ってきて変わってきちゃってるって話があるんだと思うんだけど、
でちょっとそれいいセグウェイで、下手くそな人が AI を使うとどうなるかっていうニュースもあって、これ去年の10月かなに起きたデロイトの話なんだけど、オーストラリアの政府系の仕事で IT システムの安全性を審査する報告書を作ったらしいの、200ページぐらいの。そしたらなんかいっぱい架空の情報を持ってきたらしくてチェックしなかったの？もともと AI を使ってるってことすら開示してなかったらしいんだって。でその頃だから去年の10月とかにこれが結構問題になってたから、まだ GPT-4とかだったのかな。で学術的なクォーツとか全然なんかないものをこんなんありますとかいうのもそうだし、もっとやべえなと思ったのが、連邦裁判官の嘘の発言をこんなこと言ってましたって言って書いてたらしくて、でなんか調べれば調べるほどボロが出て、最終的にはなんか静かになんか新しいの出して、まあ、支払いは受けなかったみたいな結構ニュースにいやそういう問題じゃないけど支払いは受けなかったっていつも視聴ありがとうございます。おかげさまでもうすぐ登録者4000人になります。正直ここまで来れると思ってなかったです。これからもみんなの期待を超えていける動画を出していきたいので、ぜひ4000人到達のためにまだ登録しない人は登録お願いします。お願いします。しかもその1ヶ月後に今度同じファームですね、これデロイトさんがカナダで同じことをやって、今度これ1億円のケースで500ページの医療人材報告書、看護師とか医師の人材不足の対策をどうしましょうっていうのをガバメントにやる仕事で、同じようなことがあったらしくて、なんか存在しない論文を引用してたりしてすげえ問題になったみたいなでもこういう仕事ぶりでオワコンになってもね言い訳がないっしょそうなんか AI 楽なんだけどさ、やっぱQA プロセス入ってないと、今までだったら QA プロセスが多分全部入ってたんだよ、でもなんでこれが多分今構造的に問題になってるか、その新しいテクノロジーだからみんなが使いこなせないってのがあるんだけど、ドキュメントを作るスピードが爆速になりすぎて人間のレビュースピードが多分追いついてないんだよね。いやレビュースピードは追いつかない理由はないと思う。ただこれはなんか心理的にさ、自分でちゃんとリサーチしてやってる時の QA のそのやりたい感と、AI でできちゃったアウトプットの QA をやりたいそのやりたい感が、なぜかなんか人間の心理的にちょっと違って、まあねいやでもぶっちゃけどうなんだろうね。なんか AI 作って俺がだからさ5倍のスピードでなんかスライド作ってますみたいな話になった時に、じゃあ5倍のスピードでみんながレビューできますかって、それもできないと思うんだよね。で多分両方あると思うのよ。そもそもその AI だからちょっと見たくないなってのもあるし、物理的に出てくるドキュメントが多すぎて、これはいいやみたいな、もう見といてみたいなっていうなってる部分も、インターナルオーディットが新しいテクノロジーには追いついてない仕組みと働き方が。確かにさっき俺が言ってた話は納品のタイムラインが同じで、単純にファーストドラフトが作れるスピードが速くなっただけだったら理論的にはチェックする時間があるんだけど、全ての仕事のペースが速くなった前提ではそうだね。一方でAI なしで働くのは不可能だっていうのは全コンサルがさお金をつぎ込みまくって、各ファーム何十億とか何十億ドルぶち込んで AI やりますっていうのを、PwC も10億 KPMG20 億ドルアクセンチュア30億ドル、何万人単位でその AI の人も雇ってるし、じゃあこれどうなっていくんですかインダストリーがっていう話で、これもまたちょっと違う今度ニュースになるんだけど、今オープン AI とアンスロピックがコンサルと手を組みまくってる話あるじゃないですか。あったね、これ直近のニュースで言うと、今年の2月かにオープン AI がフロンティアアライアンスって言って、マッキンゼー BCG アクセンチュアキャップジェミナイと手を組みますと。でその人たちをフォワードデプロイドエンジニアとして、一緒にクライアントにどんどんオープン AI を導入していくチーム作りました、なんかパランティアっぽいこと言ってるねみんなのパランティアに収束していくのかなビジネスモデルがなんでベイン抜けてるんだろう。これねちょっと調べたら、ちなみに今回のニュース概要を全部まとめた PDF を無料で配ってます。動画で話しきれなかった面白い情報も結構載ってるので、気になる人は概要欄のリンクからぜひアクセスしてください。ベインは実は一番最初にオープン AI と正式に手組んでるのよ。もう2023年の2月から実はオフィシャルハンドシェイクというか連携しますってニュース出してて、一番最初のケースがコカ・コーラだったので、その頃は2023年だからそのドルイやったじゃん、画像生成、でどっちかっていうとなんかマーケっぽい施策をやったのね。でそれも AI ちゃんと組んでますみたいな。でオープン AI センターオブエクセレンスっていうのを2023年10月に作ってるし、逆にもう彼らはベインはベインで割とオープン AI との手の組み方独自路線でずっと前からやってたから、多分今回のには入んなかったっていう、おそらく仲間外れにされたわけではないと思って
でもさ、こういうアライアンスってまあいいんだけど、結局じゃあ、BCG とかコンサルティングファームってオープン AI のプロダクトを売るなんかセールスのセールスのそのチャンネルになるんじゃないかなっていう懸念もないのかな。いやそうだよね、俺も結構それ思うんだけど、なんか使うのはいいけどさ、その一社とかとだけやってたらもう本当にね、バイスタンダー客観的立場からアドバイスしますっていうのがさ、こうだんだん薄れてきちゃうじゃん、そのオープン AI を導入するのがいいですよって言ってこうセールスピッチになっちゃって、で本来ね、その外から見てオブジェクティブ見るとこういうことがいいですよっていうのがまあ一個強みでもあるはずなのに、それがなくなってくると困りませんっていうのと、まあその追加で言うと、まあそもそも論でいくと世の中その AI があることによってコンサルタントいらないんじゃねって言われてる世界観でAI をどんどんコンサルティングファームが導入してたら自分で自分の首絞めてませんかっていう懸念もあるよね。いや、その説絶対あるよね。まあ、あと今後なんか企業のテックスタッカー今結構柔軟じゃん、いろいろエクスペリメントしてるけど、でもなんかクロード派とかオープン AI 派とか決まっちゃったらさ、そのプラットフォームリスクはどうするのか。ね、本当にもう移り変えられませんとか、そのあなたはクロード使ってるんじゃあうちはちょっとサーブできませんよみたいになったら、半分しかマーケット取れないですかみたいな話になっちゃうもんね。だからこういうその AI とコンサルティングファーム手を組むことによって客観性が失われるみたいな話だけじゃなくて、ビジネスモデルとしても今までそのフィーサービスだったじゃん、その何時間働くからいくらくれっていうコンサルティングのやつがどんどんなんか成果報酬型 AI を使って結果を出してくれたら払うよみたいになってるらしくて、で去年の11月にマッキンゼーのパートナーマネージングパートナーがスコープでいくらじゃなくてこの成果だったらいくらみたいな成果報酬型にどんどん変わってきてるっつって、で今マッキンゼーの 25% がこの成果報酬型なんだって。でもこういう成果報酬制のプロジェクトがなかったわけではないんだよね。なんで増えてるんだろうこれって。俺の知ってる話とのこの予測でいくと、要はさっき言ったみたいにスピードが何倍にもなってるから同じ成果を出すのにその X 分の1で同じ成果が出しちゃうわけ。少なくともレポートとか分析とかそういうレベルでいくと、だからそれでやるとコンサルティングファームも損するんだと思うね。そうだね。5分の1このレポート出しちゃったら5分の1しか支払われないんですかみたいな。でそれだと困るから結果にしようぜみたいな、結果出したら金くれよって、そのお互いにウィンウィンっぽくさせるっていうのが多分1個。確かにビリブルアワーズが減ってレベニューが下がるっていう問題をどう解決するかっていう話で、まあ結果にね対してあれば解決するかもしれない。これ MBB じゃなくて他のファームでの話で聞いた話だと、まあこれはまだフィー体系型のやつなんだけど、とにかくケース数増えてるんだって。その1人当たりの。で MB 少なくともベインとかとそのマネージャーまでは1人1ケースで、シニアマネージャーから複数ケースになるんだけど、まあそういうてもなんかマックス2とか3とか、パートナー行くともうちょっと増えるけどみたいな感じなんだけど、俺の聞いた話によると違うティアの AI 系のインプリやってるチームがマネージャーでケース30個持ってて、パートナーが50個持ってんだって。マジで同時並行で 50？ 意味わかんないじゃん。でも AI 関連でも AI 使ってるのもあるし、単純にそのディマンドが強すぎてもうそのぐらい持たないとこうカバレッジできないんだって。だからその結果はまあ多分売れまくってめっちゃ稼いでる。いや50だったら覚えてないでしょ何言ってるか。いやだからそれも AI 使って覚えてるのかな。まあちょっとそこは俺も具体的なオペレーションの話は正直聞けてないんだけど、結構とんでもない数のケースを持ち始めてる人たちが存在してるらしくて、でそれは AI のおかげだし、その AI の効率化って意味でもそうだし、 AI ケースのディマンドの多さっていう意味でもそうらしいんだけど、実際のその収益モデルもそうだし、実際の額っていうのも今すごいインパクト作っててるらしいの。へー。それってフィーもやっぱある程度下げてんのかな。じゃあ薄利多売っていう感じ。いや俺の聞いた話によると下げてないらしい。マジで、もう普通にスタンダードフィーで出してそれをかけるやってるから、多分その1人当たりの売上が効率倍した分だけ X 倍だから、1人当たり利益1人当たり売上が多分その5倍とか10倍とかなってるんだと思う。めちゃくちゃいいアービトラージの儲かり方してるね、やん、本当にね。でそうなるとこれ効率よくなっていくから、もう人いらないんじゃねって話もなってくるじゃん。でまあ、皆さん多分これは聞いたことあるかもしれないけど、やっぱレイオフと採用が変わってますよねって話がちょっと次のニュースでカバーしたいんだけど、まあファイアリングの話でいくと、マッキンゼーが2023年に5000人ぐらい4万5000人から減らして、でそこからバックオフィスの人も AI の自動化で数百人減らしていったみたいな。でアクセンチュアもAI に基づく
リストラで1万人ぐらい削減したとか、これはまあコンサルティングファームに限らないけど、その AI があるからっつって、まあ、どんどん人が切られてますよねっていうのは、実際に中にいる人たちとしても多分俺首切られるんじゃねえかなっていう不安は多分あると思うんでね。いやでも絶対仕事量が増えない限り人間を減らさない理由はないよね、ここは。特にリサーチファンクションとかバックオフィスの人って結構いたじゃん、AI のシングルプロンプトでできるやつをなぜわざわざ人を雇いながらやる必要もないし、リサーチって結構さ忙しいケースだと、ほぼなんか24時間必要じゃん、でも俺コンサルの頃いつも思ってたのが、なんでこのリサーチチームの9時から5時までのスケジュールに俺のリサーチリクエストを合わせなければいけないのかといや俺は緊急に必要なのになんか週末後まで待ってくださいとかね、わけわかんない制限があったので、それも完全に AI で自動化したら、まあ、AI 自動化した方がいいよね、でなんかこの採用も結構変わってるらしくて、これトニー実際なんか現場の声多分聞いてるからもっと知りたいんだけど、マッキンゼーの US の最終面接って AI 面接を試験導入中らしくて、でも何かっていうと、マッキンゼーの社内 AI ツールがリリーっていうんだけど、余談でいくとなぜリリーかっていう話だけど面白かったから紹介したいんだけど、マッキンゼーの初の女性社員で、そのアーカイビスト、要はそのいろんな資料をアーカイブに入れてその整理をしてた人が35年マッキンゼー勤めてたらしいんだけど、その人の名前がリリー・ドンブロスキーだったらしくて、でそこから取ってリリーって名前がついてるらしいの、まあ、リリーを使ったケーススタディをの試験に入れてるらしくて、要はその AI を使ってケースを解いてください、でその AI の使い方も見られるみたいなのが今試験段階中らしいんだけど、US のマッキンゼーのファイナル面接がそういうのもあるんだ。一応俺まあサイドで学生とかメンタリングしてるんだけど、コンサル志望のそういう AI 面接やった人は事例は見てないです。だから多分部分的に導入してると思う。でもね、僕最近びっくりしたのが、AI 使える学生と使えない学生って結構分かれてて、だって学校ってやっぱその AI を使うなっていう感じだ。ちゃんと勉強しなさいっていうのが基本的な主義で、だから真面目な学生って結構 AI の使い方分かってないんだよね。逆に成績いい生徒たち、だから急に面接でこれAI ちゃんとうまく使ってソルブしてくださいって言うと、逆に真面目じゃない学生の方がいけるかもしれない。それだからその AI の使い方と地頭はそのトニーの見てる学生とかと必ずしも相関してないっていうふうに見えるってこと？地頭と優等生は必ずしも同じじゃないんだよね。地頭が良くて優等生の人は逆にその優等生さがこの面接には自分の足を引っ張るかもしれない。割とその AI の使い方っていうのもスキルセットなんで、それを大学の4年間ちゃんとね使ってなくて、ちゃんと本読んでちゃんと自分で理解して、それこだわってやってた子たちは苦戦するかもしれない。これも現役の人から聞いた話で言うと、 AI の使い方確かにその自分でその作ったエージェントがコンテクストを渡してこういうふうに考えてみたいなのを自分で作ったのと、例えば AC に作らせた場合だとやっぱ全然質が違うんだって。だから自分でその先にエージェントを作ってからチームに渡したいっていうなんかそういう背景があるらしくて、これやっぱその、自分の癖みたいなのも多分あるんだろうけど、やっぱ上手い下手って多分、俺らもさ AI 使ってあるじゃん、このプロンプトした方がいい答え返ってくるみたいな。でプロンプトエンジニアリングほどまでいかないけど、その差分っていうのは確かにそのある程度トレーニングの部分もあるから、AI のアウトプットの一番のボトルネックってそのパイロットなんだね。で俺もインターン雇ってるけどいろいろ試してみたけど、一番アウトプットのクオリティがいいのは、俺がエージェント作ってオープンクロードとかで、それをなんかグループチャットを使って使わせるが一番いいんだよね。だからその AI を同じチャット内で使わせて様子を見てみるっていうのが、トニーはマッキンゼの最終面接みたいなことをすでにやっているってことこういうのも踏まえて、トニーだったら今新卒、中途でもいいけど MBB にまだ入る？それとも入るとしてもなんか考え方変わってる？アンサーファーストで言うと入るかな。なぜかというと MBB に入る理由の多分第一の理由はその MBB でつけられる箔なんだよね。なんか今後のキャリア結構イージーモードになって何でもできちゃうのが、それが本当にいいのか悪いのかはさておいて、その箔は消えないと思う。それ5年ぐらいはね。今の新卒だと全然タイミング的にまだいいと思う。一方で実際なんか入社して本当に学びにつながるのかは従来よりはリスクはあると思う。やっぱその自分がどの会社MBB の中で MBB の各会社のその仕事のやり方って今後進化していくので、あとその中でもちゃんと AI ネイティブワークフローを
使いこなせて、で下の人のアウトプットをマキシマイズできるマネージャーと働く機会があるのか、これって全部運じゃん、分かんないし今、正直誰も分かってない。だから、そういうリスクはあるから、前はマッキンゼ入社したらマッキンゼウェイがあるので、マッキンゼウェイを取得して卒業したら、それは勉強になったねって思うけど、今はそういう保証ないんで、会社に入社したからその会社の仕事のやり方を学ぶのに夢中するんじゃなくて、個人として AI ツールをいかに使いこなしてバリューを出せるのかを常に悩まないといけないと思う。そういう姿勢の人だったら MBB いたらすごい自分のキャリアをターボチャージできる2年間になると思うな。俺の意見というか俺の見方でアンサーファーストでいくと、俺だったらもう一回 MBB 今入りますかでいうと多分入らない可能性が高い。で俺はなんかいろんな理由があるんだけど、トニーの言ったように MBB の箔もまだつくし MBB で入って学ぶいろんな能力って確かにまだつくと思うのよ。でそこはそのアブソリュートバリューとしては変わってないと思う、大きくは。それプラス AI の話もあるし、時代が変化してるからちょっと5年後以降分かりませんねみたいな、インダストリーありますかみたいな話はあるけども、5年以内にコンサルティングインダストリーがなくなって箔がなくなるっていう未来は多分存在しないと思うの。で一方でやっぱその世界がその AI によっていろんなそのさっき言った個人のやる気次第ですよみたいな話がある中で、他の道を選んだ時に似たようなものを似たような能力を身につけられませんかっていうクエスチョンが今まではノーだったのが最近はイエスになってきてると思うの、俺の中だと。なるほどね。でそれはその、俺らみたいに、昔それやった人が思考は残ってるじゃん。だからその人の下について、企業のスタートアップ行くみたいなパターンもそうだし、自分で起業してそのスパルタで、要は今どうしても MBB とかビッグ4とかもそうだけど、ある程度このツールの範囲内がさ、エンタープライズプランのこれだけみたいな限られてるじゃん。で最新でできたもの本当に自分で使い倒すことはできないわけよ、仕事の中で。でそれがやっぱ徐々に差がついていった時に AI ネイティブのその AI ネイティブネスが結構この雪だるま式に広がってきもするんだよね。っていう意味ではイエスコンサルはまだバリューもあるし自分のキャリアにとってすごいいいと思う。でそれ以外の道が開けている状態で他の道が本当にじゃあコンサルよりその、自分のゴールどこにあるか次第だけど同じもの得られないのっていうと、今までノーだったものがイエスになってきてるから、俺がもういろんなこと経験しちゃったからっていうのはあるけど、そして俺だったらもうなんか直自分で起業か少なくとも超成長企業のスタートアップに行ってそこで学べる人から学びまくった方が吸収する能力が大きいし楽しいんじゃないかなと俺は思ってる。俺もぶっちゃけ BCG とパランティアだったらパランティア行くな今日はこんな感じでいろんなニュースをバーッとカバーしていきましたけど、もっと深掘りしてほしいとかこのニュースもカバーしてほしいみたいなリクエストがあればコメントで教えてください。また、今日の話を聞いてそれでも私 MBB 入りたいんだという人は私たち MBB 企画のエピソードも撮っているのでそちらを見てみてください。それじゃあまた。